玉鋼っていう、特殊な鋼を折り返し鍛錬によって不均質な材料をある程度均質にして、で焼き入れをすることによって硬度が上がって、でそれに薄い刃をつけることによって、切れ味は格段に上がりますし、カミソリのような切れ味を出すこともできますけども、結局何を切るかによって刃の付け方が違ってくるので一概には言えないです。刀にも切れる刀もあれば切れない刀もありますので、なんとも一言では言い表しようがないですね。1級の A っていう等級の玉鋼なんですけども、砂鉄からたたら吹きっていう、たたら製鉄とかたたら吹きとかって言われる、古来から伝わる製鉄技術を用いて、このままだと炭素量が高すぎるので、折り返し鍛錬である程度脱炭させて使いますけども、叩いてこういうふうに潰します。これがこうなる？そうですね。でこれに焼きを入れて、小割りに します。それを玉へしっていうんですけども、玉へしとか水へしとかっていうような工程になります。これはテコ棒っていう棒の先に、玉鋼で皿を作って、テコ皿っていうのを作って、その先に玉鋼を硬いものなら硬いものだけとか、柔らかいものは柔らかいものだけとか積んで、で和紙なんかでくるんで、粘土を溶かした泥水と稲の藁を燃やした藁灰っていうのをまぶして、表面を保護して、で炉に入れて、ゆっくりと温度を上げていきます。その状態だと弱いんですけど、1300度前後に温度を上げていくと強い強靭な膜を張ります。中にガラス成分が入っているので、それぐらいの温度になると溶けてコーティングされます。表面が。稲とか和紙とかはどうなるんですか？ついたまんま入れてますよね。皮で残ります。酸化膜を表面に貼って残ります。これは和紙ですか？紙ですね、はい、紙に粘土とかわら灰が付着して、で溶けたもの。
鋼に強度を持たせるために焼き入れっていう工程をするんですけども、それをしないとよく切れる刀にならないし、長切れしないので焼き入れはしないと刃物として機能しないんですけども、その焼き入れをするときに、刀鍛冶は耐火性の粘土を、基本的には塗ります。炭の粉と粘土の粉と砥石の粉をある一定の割合で混ぜて、自分でその耐火性の粘土を作るんですけども、その焼き場土っていうのを作って刀身に自分の好きな刃文だったりお客さんの注文だったりで、それに刀身に塗ってで、乾かしてから800度前後に温度を上げて水の中に入れて急冷すると、土を薄く塗ったところは瞬間的に冷却されて硬くなります。で土をちょっと厚く塗ってる焼き入れたくない部分っていうのは少し遅れてゆっくり冷めて、でそのまま人生を保ったまま冷えていきます。でこうすることによって、反りも刃側の組織が膨張して反りがその時に出ます。でそのままだと高度はあるんですけど人生が刃の中にないので焼き戻しっていう作業をして、人生粘りを持たせてで、刃をつけて仕上げます。でも反っていることで振り下ろした時にスパンと引いて切るみたいな感じ。人間の腕の振り自体が直線運動ではないので円運動になるので、反りがある方がより物を切る対象物に切断能力が上がりますので、灰色の土を塗っている部分っていうのが急速に冷えると鋼の中である一番硬いバルテンサイトっていう針状に伸びる組織で膨張します。で、こっち側だけ硬くなって膨張するんでこうなる反ります。水の中に入れると一瞬うつむくんですよ。うつむいた後にぐーっと真っ暗な中でやるんですけど、刀身だけ赤いんで水に入ると動いてます中で。Survive when one just breaks.